外ポケット付きのお薬手帳ポーチの作り方です。外側には A4 を半分折りした処方箋などがこのように入れることができます。内側はカードが3列と真ん中にお薬手帳、こちらにポケットがついているので医療証なども入れることができます。出来上がりサイズは横が25センチ、縦は15センチです。材料はこちらです。表布が2枚とポケット1枚、全部同じ大きさです。裏布は2枚で縦が36センチと30センチです。今回は違う色の布を使いました。同じでも良いです。30センチ以上のファスナーが1本です。金属ファスナーではないものを使います。裏布にポケットを作ります。両方とも下から13センチを山折りにします。アイロンで折ってから端を縫います。両方とも端を縫いました。上から3.5センチのところに折り上げます。もう1枚も同じように上から3.5センチのところまで折ります。手帳用のポケットは仕切りをしないので後で縫います。カードポケットを作ります。端から3センチに印をつけて真ん中は7センチに区切ります。縦に縫います。ペンで書いてもいいですが、このようにヘラで印をつけても良いです。手帳用のポケットは端だけ縫っておきます。表ポケットを作ります。端から2センチを折ってアイロンをかけて内側に折った三つ折りにします。端を縫います。表布にポケットを重ねて端を5ミリくらい縫っておきます。全部縫っても良いですが、このように真ん中を縫い留める感じで良いです。
ァスナーをつけます。ポケットのついてない表側とお薬手帳ポケットの方をつけます。ファスナーを裏返して上端に合わせて留めます。端から5センチぐらいと反対側も端から5センチぐらいを留めます。ポケットの向きを確認して表同士が合うように合わせます。裏布が5ミリぐらい短くなっています。これは仕上がった時にきれいに仕上げるためです。次に真ん中を合わせて留めます。端も留め替えて端から7ミリぐらいのところを端から端まで縫います。ファスナーの端はそのまま縫っても良いですし、折って重ねて縫っても良いです。今回はファスナーの端を折り上げます。折り上げるときは折らないままこのミシンの近くまで持ってきて三角に折ります。押さえておいて閉じてこのまま縫います。開いて縫い代は表側に倒して端を縫います。ファスナーを閉めて反対側の表布と合わせます。ポケットのついた方を表同士合うように合わせてファスナーの端を合わせて留めます。少し上の方を留めておいてファスナーを開きます。さっきと同じように端を留めます。カードポケットの向きを確認して合わせます。7ミリの縫い代で縫います。端を折るときは今度は最後を折り上げて縫います。5センチ手前ぐらいで留めて端を折って裏布を重ねて留めます。手で押さえるだけで良いです。こちらも開いて縫い代を表側に倒して端を縫います。ファスナーを内側に入れて表同士裏同士を合わせて留めます。ファスナーの端は切っておきます。裏布の底に
10センチの返し口の印をつけます。返し口を開けて1センチの縫い代で縫います。ファスナーのあるところは縫いにくいので、手前で留めて手回しで送ります。今回は返し口を接着テープで留めます。開いて待ち針で留めます。返し口の外側1センチぐらいまでの長さに切って接着テープをつけます。接着テープがないときは後で縫い閉じても良いです。角のところは5ミリぐらいカットしておきます。返し口とファスナーのところ以外も5ミリぐらいカットしておくとすっきり仕上がります。ファスナーのところは切らないようにして、端もちょっとカットしておきます。返し口のところも切らないで置いておきます。これは切らずにそのまま使っても良いです。ほつれやすい生地を使う時などは切らない方が良いです。返し口のところから表に返します。返し口から角出しなどで角をきれいに出します。できるところまで角出しで出して、最後は目打ちで仕上げても良いです。これぐらいになるので最後は目打ちを使います。接着テープをつけているときは紙を取ってアイロンでつけます。テープを使わないときは手で縫い閉じるかミシンで返し口を縫い閉じます。冷めるまで待ってから裏布を中に入れます。裏布を内側に入れます。きれいに整えたら出来上がりです。入り口にアイロンを当てるときは金属ファスナーではないので当て布をしてから当てます。表からもアイロンを当てたら出来上がりです。
ファスナーのところにセリアで売っていたこのような短めの持ち手をつけても良いです。外さずにこの端の穴に通して使います。片方通してこのようにつけるとファスナーも簡単に開けられます。